小地棒、歪み取り棒、歪み取り棒でいろいろのちょっと使い方を藤原先生にご教授いただきたいとまあいろんな方法があるんだとは思うんだけども、まずうちのやり方だとね、基本的には万力で挟みます。で、なぜかって言ったら、例えばもう僕ら業務で一番厄介なのがやっぱ出刃包丁とかなんだけど、もう出刃包丁とかはものすごい大きな机にもうボルトで万力、鋳物のなんかめちゃくちゃ重い万力あるじゃない、あれをもうボルトで固定して、で全体重かけて、下手すると足にブロックを置いて、そこで思いっきりもう踏ん張ってはぁはぁ息切れるぐらいの体重かけて曲げれたりするね。大手術、そうそう。でもまあその厚みがあるものはまあそれぐらい金属硬いからそうそう曲がんないんだよね。そう考えると持って曲げれるかどうかって言われると、まあ曲げれて柳ぐらいまでかな。なんでまあそれを超えてくるともうかなりしんどい。そうでやっぱりこの溝の問題もいろいろあるんだけども、まあ、特にここら辺はね、個人的にはあんまり使わないかな。どちらかっていうとこの普通に縦方向にあるやつに対して、お好きな方は木の板買ってきて何枚かこの溝をその板を入れて狭めたり広めたりできるやつを作った方がいい。うちの場合はもう鉄板作ってあるの。だから厚みが違ってここに入れて、でやっぱりその包丁の厚みとこの隙間がほぼ同じぐらいになってる状態で曲げると、やっぱり曲げたいところから非常に曲げやすいんだよね。ただ隙間が大きければ大きいほど合わないところでやっちゃうと、やっぱり目的とちょっと違うずれたところから曲がっちゃうっていう可能性があるので、そこがちょっとね注意点かなと思うので、その木の板とか、鉄板がね手に入る方はなかなかいないかもしれないんだけども、そういうのをちょっとこの間に入れるとかっていうのをやってもらうといいのかなと思います。だから個人的にはあんまり手で、あんまりっていうかもうほぼ 100% かな、手でやることはないかな。はい。なのでうちで作ってる歪み取り棒はもう完全にただの四角い棒。で真ん中にそのバイスが挟めるようになってて、右と左に溝が切ってあるみたいな、そういう作りのものになってたりしますね。確かに片刃メインだってそうかもしれないですね。僕なんか合わせの包丁とかだったらぐにゃぐにゃ曲がるって言ったらですけど、思いっきりグッてやったらすぐ曲がっちゃうんで、でも逆になんかこことか、僕使うこと多いっちゃ多いんですけど、ここを使って柄側に力入れると大体ここら辺が曲がるんです構造上。だから突っ込んでここら辺を押すんですよ僕。ここら辺押さないとそこの狙ってるとこ曲がらなくて、長ければ長くなるほどこっちの方を持ってこうやってやったらここら辺曲がる、ここから離れたとこが曲がってくるんで、そこに近いところを抑えないといけないってなると結局こうやってやってます、ここら辺を押してやったりとか、ここも指でこうパカパカ動いちゃうんで、それこそさっきの鉄板入れるっていうことを僕してないんで、それこそここに入れてもうめっちゃ近いところを押すんですけど、でも厚みがあったら多分それもできないんで、薄いからここで押せるんですけど、厚みぐらいだとテコの原理使わないと曲がんなかったりするんで、やっぱ入れないと無理なんだなと思いました。僕がやってるの言っても合わせで 2.5 とか2ミリとかの厚みなんで、曲がるは曲がるんですけど、ここが細ければ細いほど、その薄物はやっぱりやりやすいよね。やっぱり一番大事なのはその包丁とここの溝の厚みをできる限り近いものに調整するってことかな。とはいえ面倒くさくなってくると少々ガタガタしてても慣れてくると直せちゃうんだけど、であと必要なのは友が言ったようにそのハンドルを持って曲げないこと。本当にキワッキワのところを力を入れないと、曲げたいところとハンドルが遠ければその道中みんな曲がっちゃうからね。本当にそれはね気をつけないと。最初なんかもうそれで曲げようとして曲がったら、ここはこっちに曲がったままね、こっちが逆に曲がってなんか S 字になっちゃったりとかでまたこっちは戻そうとしてなんかどんどん形がなんかグネグネしてっちゃってあるよね。なんか最初すごい難しかったです。狙ったところを曲げるのが。だからそうなったらもう一回全部同じ方向に曲げて、こうちょこちょこ場所変えて全部一回こっちに反らせてちょっとずつ戻すみたいなのやってました。なんか S 字になっちゃうともうなんか難しいんで。あとやっぱり歪み取りで気をつけた方がいいのが、特に和包丁
特にっていうかもう 100% と言っていいかもしれないけど和包丁の問題点で、はい、その例えば切り刃がある包丁の場合、切り刃に凹凸が強くついているとするよね。その状態で曲がってます。それを狙ったところで曲げようと思っても厚みが厚いところで曲がってた場合曲がってくれないんだよ。で下手するとどれだけ狙ってても薄いところから曲がろうとしちゃったりする。狙ったところでどんだけ力入れても全然関係ないところで曲がろうとしてしまうっていうことがやっぱり起こったりするんだよね。その場合は曲がってる状態で一回削って厚み揃えてからじゃないと曲がらない子もいっぱいいる。でも厚み揃えて曲げたらまたそこがへこむかそうってなっちゃいますよね。そうもちろん、だからその曲がってるのも計算して戻した時に大丈夫なように一回削って厚みをある程度同じフラットであったりフラットに、ね、凹凸あまりないような状態にしてからやるといきなりグニャって曲がったりするんだけど、ボッコボコの状態でやってるといくらやっても思ったとこから本当に曲がんなかったりするんだよね。それは結構昔から苦労すること多かったね。なんか理解が及ばなかったっていうのかな。そのなんで思ったとこから曲がってくれないんだと。もちろんね焼き入れの問題もあるかもしれない。部分的に硬い柔らかいがランダムであって柔らかいところから曲がろうとしてたりとかっていうのもあったりするんだと思うんだけど、でもそれよりもやっぱりその一回厚みを取ってからやるといきなりグニャって曲がったりとかするっていうのは何回も経験してるかな。だからそのねもうパッと見てとりあえず今曲がってますっていうのを取りに行くのが正解かどうかっていうのはそうじゃないケースもあるので。個人的には洋包丁はやっていいけど和包丁は結構分かってないと特にねお仕事の方はね仕事なんでやらなきゃいけないけども、素人さんがあんまり手を出さない方がいい世界かもしれない、意外にここは難しいよね。なんでやっぱり理解が結構大事、例えばですか、なんか包丁いろいろ見ていくと、素直にこう曲がってればいいんですけどこうねじれてたりした場合はどうなるんですか？それは片刃でそれが起こってるのは、個人的な意見だよ、それはねじれてるんじゃなくて、裏の研ぎが悪いんだよ。そこのねじれてるように見える部分が削れてないんだけ。場合にて別のところを削りすぎてるから、曲がったように見えてるだけなんだよ。表から見てるんですか？この破線を見た時に、途中でこうねじれてるように見えてるっていうのは、その裏のせいの可能性がある。そうだから裏を直さないといけない包丁。で背中から見てもねじれてるんだったら本当にねじれてるんだろうけどね。でもそういう包丁は個人的には結構稀かな。でそれであってもやっぱりだいたい裏の研ぎが悪いことが多い。刃から見たらだいたいねじれてますよね。それはもう裏のせいかもしれない。研ぎの問題、刃付け屋さんの問題。でこれがね、ちょっとまた別動画にした方がいいと思うんだけど、曲がってる包丁と曲がったように見える包丁は別なのよ。これがねやっぱり研ぎ師さんになる方にやっぱりすごく教えるんだけど、やっぱり理解するのがめちゃくちゃ難しい。僕らでも分かんないからパッと見は、明らかに曲がったように見えてるんだよ。でもそれが本当に曲がっているのか曲がったように見えてるのかはまた別なんだよね。これ片刃の包丁はそれが絶対にあるから。それチェックポイントみたいなところあるんですか？裏付きを作らないと分かんない。そこからやらないと分かんない。そうやっぱり。だから裏付きをやった時に曲がってるやつは明らかにこの距離で包丁が曲がってるとすれば裏ついた時にこことここが強く当たるのね。こう曲がってたら、その裏をこうやってすいた時に、だけどその曲がったように見えるやつはこことここが出っ張ってるだけなんだよね。裏付きがこうなってるじゃん、山形になってるわけで裏付き、こうなってるわけで、でも例えば長い距離で見た時に破線がへこんでるところっていうのは、これで表すとここで終わってるイメージなんだよね。だからこっちは出てるように見えて、そのへこんでるところは裏がここにいるから、こうまっすぐ見た時には曲がったように見えるね、破線が。だから曲がったように見えてるのか本当に曲がってるのかは裏を研いでみないと分かんない。でもこうなってるやつを直すっていうのは
ここをこう上げてってこうするんですか？そうそう、最終的にはこっちに寄せないとしょうがない。そうですよね。そうだからこの裏の形に合わせるしかないよね。こっちのここの高さに合わせていく。そうじゃないとね、減ってるものに足せないから、そうするとこれの出っ張りが強すぎるやつっていうのはねじれてるように見える。こうやって見た時にね、こっちに刃が出てるわけじゃない。だから途中からこう出ていくとこうねじって出てるように見えるんだよね。だから本当にねじれてるのか、頭混乱します。これ多分これやんないと本当の意味では理解できないかもしれない。だからエントで本当に裏を自分で作れるようになるまでやっぱり理解ができなかった。ちょっと別で紙とかいろんなものを用意して説明した方がいいとは思うんだけどね。そう薄葉包丁で説明するのが一番わかりやすい。薄葉分かりやすいですよね。均等と平行なんで、だってもうこうなってるものって裏の深さ違いますよね。こっちの手前側と頭側で。そうだからそういう意味でもやっぱり薄葉包丁が一番理解はしやすい。ね、だからまあその曲がってるのか、だから曲がってるように見えてるやつを曲げちゃったら大変なことになるからね。確かに。でもそれって裏当てないと分かんないところですもんね。そう。ってことは結局やっぱ聖域をいじれるようにならないと本当の意味で包丁を理解したとは言えないというか。ということで僕はまだその半ば手前で止まってっていう。だから本当に難しいよ。だからもう本当に芯から理解できたのはもう裏すきができるようになった時が初めてだよね。それでもやっぱり説明できたり自分で腑に落ちるまでには結構時間がかかった。だってね、曲がってるのに直したら裏がちゃんと当たらないって意味が分かんないみたいな。だって破線今まっすぐじゃん。なのになんで裏こんな当たらないみたいな。でも研いでいくとどんどんおかしくなってきたりするんだよね。例えば柳とかって、まあ、先に向かってこう細くなっていくじゃないですか、出刃とかあれの裏の当て方ってやっぱこっちの元の方は強くえぐるわけじゃないですか。勝手にえぐられるだけかな、イメージで言うと。別に意図してえぐってる感覚はない。だってそのままただそのままさーっとやってるだけだから、でもなんかイメージですよ。まあ最初の出来上がりの時点でもうある程度形ができているものをやる場合とそのプレートのままやる場合でもしかしたら違うのかもしれないですけど、同じ力でやってったら同じように削れてきません。例えば鍛冶屋さんが出てきた生地を削るとしてそのままピタッと乗っけるじゃないですか。で同じように削ってったら同じように削っていかれますよね。そうイメージですよ。僕やったこと完全にやったことないんで本当に意味で理解できてるかわかんないですけど、こう同じように削っていくじゃないですか。そうすると構造上こっちの方が深くてこっちの方が浅いわけなんで、どっかのタイミングでこっちの限界が先に来ちゃうじゃないですか、切っ先側が。まあそれはそうだね。破れてきちゃうじゃないですか、こっちが先に。原理的に同じに削ってたら、それはどう調整、こっちを削るっていう感じなんですか？いや、関係ない。でもこっちが先に破れてきちゃいますね、そういう状況が多分、その鍛冶屋さんから上がってくるやつではまずないかもしれない。なぜかというと裏すきがもうすでに作ってる叩いて。で、今の話で言うと、うち T3 の貝先とかは鉄の板から削ってるんだね。だからこうあって、こういう形で、裏をすいていくと最初はこういうふうにしか削れない。ここしか当たらない。そうでこれがどんどん広がっていく感じで削っていくの。そうするとこっちの方は薄まっていくのはその通り。そうだからそれを見越して帰りは出してない。裏すき作るときは。でも同じように削ってたらここが先に要はこう。そうでもそれはそれで定番になるじゃない。こっちが薄くてこっちが厚くなるわけでしょ、結果が。それでいいんだよ。そっか表そっか。でもそれって均等だからじゃないですか。均等な鉄板だからそれで。そう。だから均等なやつを裏を真面目にすいていくとこっちが薄くてこっちが厚くなる。だから裏すきからテーパーがちょっと作れる。そういうことか。そういうことですよね。そう。そっか、表から作ってる人裏でテーパーになってるのかな。そう、どちらかというとね。そう鉄板から削る場合。でもこれがどんどん徐々にこう削っていくわけじゃないですか。それって言葉で説明できないのでどう調節しようとか。そうやってたらそうなるんですか？そう、勝手にだから友がやっても最初はここしか削れないってなっててもずーっと押さえ続けて。だいぶ前に最初にあれで本当に細いナイフみたいなのを出していたら、ここら辺が破けちゃったんですよ。ここら辺。こっちが深くなるんですけど、
その深いままがここに当たっちゃって。それはでもやりすぎなんですか、強く。いやそもそも論で言うと、はい、左右刃先と背中は同じ形にしか作れないの最終的に。なぜここが破れたかって言ったら、多分その円筒の R にここが合ってないから。ああ、そういうことか。そうだからその K に対して、 K というかその、だから反りが強かったから出っ張ったところが強く当たってへこんだなってことね。そうだからあくまでも砥石のその K を包丁に移してるだけだから、究極できる形は決まってるんだよ。だから柳とか市販の R が強いやつはやっていくと、そう柳刃になってくるのよ、ちゃんとした。そこがなんかいっぱい削れちゃうっていうか。そういうことだから、表も要するに刃先側も背中側も同じ形になってくる。そうですよね。そう左右対称というか、だから背中から見た時にはもう完全に左右対称になってくる、ね、究極までやっていくと。だから柳の葉っぱとか勝負の葉っぱって左右対称じゃん。でも刃先側の方が R 強いじゃないですか。そう、まあ普通というか一般的に売られてるやつだと、だから昔の包丁ってそっち系の方が多いんじゃない。でもだから削っていくとここが絶対へこむっていうか。そう、まあ、それはその K 以上に R つけてるから、そうここの反ってるとこが削破れてきたりとかへこむっていうのは正しい。無理やりその形を作ってるから、手研ぎで減らしていった時にそこがそうなっちゃうっていうのは。そういうことだから平らである以上は出っ張ったとこしか研げなくて、その R が決まるんだよ絶対に。その砥石で作れるカーブっていうの限界が絶対にあるはずなんだよね、そこから逸脱してるところは全部削れて帰りになって減っていくから、必然的に円筒のフラットなものでも砥石のフラットなものでもできる形っていうのは大体決まってるんだよね。難しい。でこれをじゃあその友が言ってる問題を解決しようと思ったらかまぼこ状にすればいいんだよ。点設定になるじゃん。円筒、普通の格闘石をかまぼこ状。いや円筒の話ね。裏すとそう横をこう丸くする。そういう意味のかまぼこ状。そうっていうふうにすると、その反りは関係なく、なんか鬼反りしようがなんだろうか関係なく削れるわけだよね。だから超一直線で完璧なフラットを作った場合、やっぱりもうできる形は決まってくるよね。じゃあここの横のその幅も関係してくる。もちろん。その細ければ細いほど点になってくるけど、そうから R に耐えうるというか、その幅が広まれば広まるほど難しくなる。そうだから柳とかが難しいな、そういう理由だよね。うちのK で横が完璧にもうストレート位置で完璧なフラットで裏をすくっていうのはかなり難しい。そうですね。どっかの R で矛盾がちょっとそうですよね。だってこっち側とこっち側変わってくるわけじゃないですか。それを同じ面でやるってことは、それをカーブを出しながらその均等にやる概念がちょっとやっぱやんないと、体感でやんないとここは一生理解できないのかなってちょっと思うんです、そうだね。その中でできる形も絶対的にも限界があるし、この切っ先から包丁があるとしたらストレートに引いた線に対して最初当てていくんですか？イメージとしてはそう。だからどこがセンターかをまず考えなきゃいけない。この幅の中の中心点がどこなのか、この包丁の中心部分はどこなのかをまず見極めて、そこに対して円筒の横を頂点を置くって感じ。でもジアさんの買い先とかでもそうですけど、切っ先から引いてったら、例えばまっすぐ引いてったら、その背中の胸に対して切っ先から平行に引いてったら中心線はこんな感じになるじゃないですか。そういう概念じゃない。そうなるので、こうしていく。そうだからここら辺が砥石に当たらなくなる。それは無理やり最終的に当てる。無理やり無理やり。でもここ無理やり、そこが分かんないのが、要はここを無理やり当てに行ったら、こんだけ幅広いのに他のとこも当たっちゃわないのかなみたいな。それは当てようと思ったらいくらでもこうする。そう。こっちに傾けるとかで、ね、これで言ったらこう当ててる時にこっちに傾けるとかすると、ここが当たるよね。だったりあとバフでごまかす。だからバフでもここを中心的にちょっと削って、裏をこうやってテーパーがこう、逆にすると、僕のその一般的なイメージだと、裏が平らでこうなってるっていうイメージなんで、
表側のペーパーっていう意識をしてたんですよ。でも円筒で削るときはこうなってる、側面から見るとこうなってるってことですよね。こう持ってるとしたらこっちの方が厚いわけじゃないですか。まあまのこっちだけを当てにいってるっていう。そうそうそうそれをこうしちゃう、僕はこういうイメージなんですよ。裏が平らでこうなってるとイメージだからおかしいのか。そう全部当たっちゃうみたいな。そうでも厚み違くて厚い方のここだけを当ててるっていうまあことですね。そうだからまあその砥石をどう加工するかだよね。かまぼこ状にするのか、坂井流だったらもうみんなかまぼこ状だし、ね、まあうちのやり方だったらもう完全に横フラットだし、多分それでやってる人いないよね。だってもうちょっとでも真ん中使ったらそこへこむからね、はいはい、そうするともう端と端出てくるから、はい、もうその時に裏すきやったらもう形崩れるから、だからもうそのうちは切り刃やってる時はもうしょっちゅう砥石直すよね。だってもう端から端まで全部切り刃研ぐ時は当たんないから絶対に端と端残ってくるから、しょっちゅうドレッサーでストレートエッジ切り刃は縦でやってるんですか？横で一回がっつりね、切り刃に裏すき作って縦研ぎ入れてるのを繰り返して、まあ薄めていって、ただうちの場合やっぱあんまり円筒に依存すると今の話やっぱり形が狂うのが直すのめんどくさいから、とりあえず最初の段階はベルトグラインダーの24番、はい、それのセラミックのめちゃくちゃ削るやつとかで、切り刃を溝を掘る、切り刃にポコッポコってなんでベルトグラインダーにガーってここ当てたらゴポってえぐれるじゃん、はい、それをいくつも作ってそこから円筒でガッてやると接地面積少ないから一気に削れるんですね。それを何回か繰り返して円筒だけに頼らない削り方をよくするかな。そうしないと直したりとかも大変ですね。そう時間もかかるし。すいません、脱線しました。ちょっと知識の暴走がそう、まあ、難しいよね。まあでも本当に裏を理解するのがすごく大事で、ね、でもほとんど力は入れないっていうのは感じなんですか？いや、押し込む感じあるんですか？それはやっぱりある程度厚みがあるときはもうやらないと進まないよね。ただそれでもやっぱり木にはめてやることはない。木にはめてやるともう間違いなく中で動いてるのが分かる。それぐらいやっぱり削れる力に対して入れた力が勝ると歪むんだよね。応力が生まれるから。確かに、まあこういうのでガーってやったらもう絶対にそうなります。そういうことか。だって冬とか上げたらブワーって湯気出るの。そうどんだけ熱加わってんのっていう。そう全身かけてやってますもんね。それは早いけど、それはやっぱり後からすごい歪みとして出ちゃうよね。だからそれをねやっぱり作業効率で言ったら仕方がないんだけども、それを分かってる上でやりますかって言われたら、特に全高の T3 とかでそんなんやったらもう曲がったらもう歪み取れない。だからまあできる限り合理的に。何にも分かってないな包丁のこと難しいよね。難しい。全然関係ないお話でございました。